こんにちは、さゆりです。今回は会社で働くことについてお話ししたいと思います。皆さんは会社で働いていますか？それとも自分一人で仕事をしていますか？この二つだけじゃなくて最近はいろいろな働き方がありますよね。で、私は今まで、フリーランス、個人事業主とも言うんですけど、フリーランスで働いてきました。一人で何をするか考えて、それをすることですね。フリーランスはその自分の上に上司がいないので、自分がやりたいこととか、すべて決めて、仕事をします。この働き方は私にすごく合っていると思います。実は、会社員だった時もあるんですけど、会社員だった時もかなり学びがありました。そのチームで働いたり、もっと大きなものを作ったりする時は、やっぱり一人じゃなくて、その会社とかチームとかグループで働いた方がもっと大きいものが作れるという、利点がありますね。だから、大きい会社で働くのも、すごく自分のいい経験になってきたと思います。はい。で、今回はどうして会社で働くというエピソードを、撮っているかというと、はい、実は私は会社で働き始めました。はい、イエーイ。はい、これは、私は特に仕事を探していたわけではないんですけど、ご縁があって、声をかけていただいて、仕事をすることになりました。はい。で、これはその正社員ではなくて、コントラクター、委託っていうのかな日本語で。その委託、契約の、仕事なので、今までと同じ税率上、税金とかの申告はフリーランス、個人事業主と変わらないんですけど、組織の中で、働かせてもらってます。はい。本当に新鮮ですね。もう数年ぶりに、その自分の他に上司がいる状態、何かこれをしてくださいって言われてする状態なのが本当に新鮮です。なので、まだ働き始めて間もないうちに、それを皆さんに共有したいと思います。グループで働くことのメリットは、まず同僚がいることがメリットです。はい。皆さんにも同僚がいますか？同僚は、その同僚といい関係が築ければ、本当に最高ですよね。働くのが楽しくなります。だから、いいコミュニケーションが取れるように、頑張っています。うん、今までずっと一人で働いてきたので、励まし合うとか、応援し合うっていうのが、あまりなかったんですね。でも、同僚がいるので、なんか同じプロジェクトを一緒に頑張ろうっていう、なんですかね、チーム感チームの結束感っていうのが、今まで一人で働いてきた時にはあまりなかったんですね。なので、今回そのチームの中に入って、同僚と協力して横の関係ですね。縦の関係ではなくて、横の関係として働くのは、久しぶりの感覚で、同僚がいるから頑張ろうとか、その同僚の足を引っ張らないように、足を引っ張るっていうのは、自分があまりできなくて、同僚にも迷惑をかけることですね。だから同僚の足を引っ張らないように頑張ろうとか、そういうふうに思えるので、すごくポジティブな経験になっています。二つ目は、先ほども言ったんですけど、上司が指示をくれるということです。今までは自分が考えたことを自分がやるだけでした。でも、今はその会社には大きなビジョンがあって、じゃあさゆりさんはここのパートをやってくださいという感じで、上司から指示があるんです。それがすごく新鮮なんですよ。今までそういう言われたことをやる、自分で考えなくて誰かにお願いされたことをやるっていうのが本当に久しぶりの経験なんですね。うん。で、昔会社で働いていた頃は言われたことをやる、やっていました。
やってたはずなんですけど、なんかその時の会社は多分大きすぎて、なんか自分が今やっていることは何なのか、意味とか役割とかがあまりまだ若かったのもあって理解していなくて、なんでこの仕事私やってんだろうとかすごく思ってたんですね。そう、今はちょっと大人になって、年を取って、上司の気持ちもわかるし、まあ、前の会社と比べてすごく小さい、スタートアップの会社なので、その会社の方向性もすごく見えやすいので、会社が、まあ、何をしているのか、今どこにいるのかっていうのが、大きな会社と比べて、スタートアップは分かりやすいので、自分の性格や好みに合っているのかなと思います。はい。三つ目は、大きなことができるです。はい。今まで私はこのサイリセイングの活動を続けてきて、まあ、たくさん動画も作りましたし、ポッドキャストもこうやってね、ずっと皆さんのおかげで続けられているんですけど、やっぱり会社だともっと大きな規模でできますね。で、もっと高いクオリティで、いろんな人に届くので、まあ今やっているこのポッドキャストはもっとニッチなことですね。でも会社だとそれよりももっと多くの人に、届くように設計して作られているので、まあその違いも、面白いなと思います。うん、もっと視野が広がる感じがしますね。うん、今3つ言ったこの経験はすごく、はい、新鮮でポジティブな経験になっています。はい。でですね、もちろんいいところだけじゃなくて大変だなと思うところもあります。大変だなと思うことの一つ目は締め切りがあることです。はい。何を言っているんだ、仕事だから締め切りはあるでしょうって思うかもしれないんですけど、今までこのサイリセイングの活動をやってきて、誰かに、じゃあ次の月曜日までに終わらせてくださいって言われることはなかったんですね。でも今は、締め切りがあるんですよ。それがちょっと、なんですかね。プレッシャーでもありますね。まあ、いいプレッシャーです。いいプレッシャーと悪いプレッシャーがありますね。で、この場合はいいプレッシャーです。その期限に向かってみんなで頑張ろうと思えるので、うん、いいプレッシャーだと思います。まだ働き始めて1週間目なので、ちょっとそのギャップ、あ、締め切りがあるんだっていう、まあ当たり前のことなんですけど、それに驚いています。大変なこと、2つ目。これはこの会社だからなんですけど、アメリカの会社なんですよ。だから、コミュニケーションがすべて英語なんですね。いや、疲れますね。本当に外国語を使って働いている人は本当に尊敬します。疲れますね。あの、まだまだ私の英語が未熟なのが一番の原因なんですけど、会議も英語だし、ドキュメントも全部英語です。まあ、当たり前なのかもしれないんですけど、うん、結構疲れますね。で、今まで聞いたことのないような慣用句がたくさん出てきます。うん。スピードも速いし、慣用句もバンバン使ってきます。うん。だから、これから英語を頑張りたいと思います。ちょっと大変ですけど、自分の成長の機会だと思って頑張りたいと思います。三つ目は、これは大変なことでもあるし、好きなことでもあるんですけど、すごく風通しがいい社風です。風通しがいいというのは、自分の意見を言いやすい、会社のスタイルです。会社のワーキングカルチャーです。風通しがいい社風です。スタートアップなので、まあ、上司にも自分のアイディアを、すぐに、伝えることができるし、すぐにフィードバックをもらえるし、本当にスピードが速いんですね。で、距離も、日本の会社よりもやっぱり近いので、スピード感があって、私はすごく好きです。うん。でも正直日本人として今まで
日本の会社で働いたことはあったけど、アメリカの会社で働いたことがなかったので、前に働いていた日本の会社だと、こんなに頻繁に上司に質問することはなかったんですね。まあ理由は、当時私が日本の会社で働いていた時、まずはじめに自分で考える。で、その後に上司に聞くというのが一般的でした。もちろん、今回の会社も私は一応自分で考えるんですけど、この質問ちょっと馬鹿げてる質問かなとか、これ前言ってくれたかもしれないけど、でも曖昧だからもう一回聞くのどうしようとか、日本の会社だったらそういうのを考える時間が多かったんですよ。やっぱり上司との距離が遠いので、上司もすごく忙しそうだったので、そういうちょっとくだらない質問、もしかしたら上司にとってはくだらないかもしれない質問を、聞くのはちょっとためらっていたんですね。でも、今の、スタートアップの会社は、やっぱり、そのアメリカっていうのもあるかもしれないんですけど、わからなかったらすぐに質問をして、上司もすぐに回答するっていうのが、いいなと思っています。はい。私はその日本の会社で働いた経験があるので、ちょっとためらってしまう。これ聞いていいのかなとか思ってしまうんですけど、同僚によると、そういう小さいことでも、どん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 聞いた方が、いいと。それで聞かずに大きな失敗をされる方がめんどくさいから、みたいな感じで言っていたので、今はわからなかったらすぐに聞く、お互いの認識、お互いの理解をすぐに確かめるというのを、はい、意識して頑張っています。はい。ここまで私の新しい会社での経験を話したんですけど、皆さんはどうですか？何かこの話を聞いて共感できるなと思ったり、皆さんが会社で働くにあたって、こんなところが好き、こんなところはもうちょっと良くなるといいなとか、そういう意見はありますか？日本の会社で働いてみたい、もしくは働いたらどうなるんだろう、どういうことが不安だろうとか考えてみたことはありますか？よかったらぜひ教えてください。そう、最後になるんですけど、私は、新しい仕事を始めましたけど、引き続きこのポッドキャストとか、新しく始めた日本語パレットという、ポッドキャストとか、YouTube も、休まないように頑張りたいと思いますので、皆さん、もしよければ、応援よろしくお願いします。で、学習の役に立つような、記事を私のウェブサイト、さゆりセイング .com に載せているので、よかったら使ってみてください。日本語の先生や日本人の友達と話すとき、トピックに困ったら、私のサイトに行けば、トピックがたくさんあるので、ぜひチェックしてみてください。はい。では、今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあ、また次のエピソードで。バイバーイ。お疲れ様でした。今回のようなビデオポッドキャストがもっと見たい人は、私のウェブサイトをチェックしてみてください。各エピソードの単語をはじめとする学習資料がたくさんあります。テーマを掘り下げて勉強したい人にぴったりです。よろしくお願いします。それではまた次の動画で。バイバーイ。